はい、こんにちは。札幌で通りやってます、橋本忍です。今日はね、以前アップした、削りの動画なんですけど、音声のレベルがね、すごい小さくて、僕の話が多分、すごい聞きづらかったと思うんですよ。それでちょっと編集して、音量を上げて再アップしてみました。よかったらもう一度見てください。はい、じゃあ、どうぞ。じゃあ今日は、広大な削り方の基礎をちょっと紹介してみようと思います。で、これ今日はメッシュワンを削ります。メッシュワンなので、普通に広大つけます。でまず、削るときに内側をちゃんと理解しておくのがすごく大事です。どんな形してるのかなってことですね。例えば、今回だったら、これ、内側です、内側、これ。これ内側なんで。例えばですけど、こういう。これぐらい。いや、違うな。もうちょっと尖ってるかな。これぐらいとします。これが内側です。で、これをちゃんと覚えておいて、そこから削り出すといいです。よし。今回はシッター使わないで、もう直置きでやっていきます。このなんか中心取るの初めの頃ってすごく難しいですよね。今度、この中心の取り方についてもね、ちょっと解説してみたいと思います。それはいずれやっていきます。で、じゃあ今日はこの削りですね。広大の削り方です。普通の広大の削り方です。僕は、この直置きの時は4箇所止めますね。でこれ止める時に、もうちっちゃいのを置いて、それ、両側いっぺんにギュッてやります。片っぽずつやるとこうずれちゃうんでね。こうやって押さえてればいいんですけど、面倒なんで両側一気にやります。そうすると、ほとんどずれないで、ちゃんとできます。よし。で、この間もちょっと話したんですけど、僕はまず広大の中から削っていきます。これ外から削るって人もいるんですけど、どちらでもね、いろいろいいこと悪いことあると思うんで、それはどちらを選んでもいいと思うんですけど、僕は真ん中からいきます。で、大体、そうですね。まず底っていうのはどこかっていうことなんですけど、底っていうのはここですね。例えば、ここからここまでを底とは言わないんですね。ここなんですよ。この、ちょっとこの絵、良くないんですけど、この、曲面の中でも、どっか一部ね、ちょっと平らで、自分で作ってるから分かるとは思うんですけど、ここがそこだっていう部分があるんですね。そこを、こう、そこと仮定しますね。お皿なんかもそうなんですけど、どこをそこにするかっていうのをしっかり見極めると、バランスがよく作れると思います。真ん中から削っていきます。で、この間話したように、まず点でしっかり削っていきます。で、僕はこの器に関しては、この中のキャップなんですけど、このサイズっていう風にしているんで、このサイズで削っていきます。
余計なとこ削るときはなるべく点で削って面で整える。点で削って面で整える。こうやっていくとちゃんと平らをキープしながらできます。で、今、底の位置が決まりました。で、今、こういう状態ですね。こういう状態で、土が、こう、あったとします。で、今、掘ってって、そこのところを確定しました。ここです。ここ確定しました。そして、この高台のサイズも確定してます。今、こういう状態ですね。そうすると、あともう内側の形ちゃんと分かってるという前提であれば、ここから今度はここら辺をね、削っていくんですけど、この高台脇ですよね。これ、どこまで削るかっていうのは、この底と同じラインまでは、最低でも絶対に大丈夫なんですよね。ここまでは安心して削れます。もう何も考えなくても、ここまでは同じ高さのところは。で、これこう丸くなってるんで、絶対低いです。この底よりも脇の方が絶対低いです。ってことは、それがちょっと下までいけるってことですよね。まず、ここ、そこを決めたライン。ここまでは、もう何も考えず、ズバッと落としちゃって、なんともないです。ここはもう全くビビる必要ないです。このまんまガボッといっちゃいます。じゃあ今ちょっとあえてガボッといきますね。あんま言ったらダメかな。あんまり強くやったりとか、小さな点でやんないで、ガボッと行き過ぎると、これ、こんなね、ちっちゃい粘土で止めてるだけなんで、これ飛んでっちゃうことなんですね。これは今同じぐらいの高さですね。ここまではもう何にも考えなくてもガーッといっちゃって大丈夫です。悩む時間がなくなるっていうのはすごくいいことです。これで大丈夫かな、どうかな、もっといけるかなとかって悩みながらね、作業してると、もうすごい神経は使うし、時間は食うし、いいこと一つもありません。悩まなくていいところは悩まないでできるようにやっていきましょう。で、だいたい高台の高さも落としてきました。で、こう脇までね、ぐーっと落とします。そしたら、今度、ここですね。今、ここまで来ました。そしたら、ここよか、ちょっと差出たとして、されなくてもいいです。どっちでもいいですけど、ここら辺から、あとは、こっち口ですよね。この口で、ここら辺から、こう熱くなってきてたとすればですよ。これはもっとこうなってるかもしれないです。そしたら、ここから。とにかく、こっちの流れ、今、この状態見ると、ここら辺ですよね。ここら辺から、土の流れが変わってます。ラインが。こう来てます。なので、これをこのまんまこう持っていくんですね。ここがゴールになるように。から、ここに向けて、ここからここに向けて、スムーズに繋げてやるってことですね。そうすれば、内側もこうスムーズに繋がってるはずなんで、同じようになるはずなんです。ここら辺ですね。ここら辺から、いきます。ここら辺から、ぐーっと。ゴールはさっき落としてたところです。ここまで。これまだスムーズになってないです。
これをちゃんとスムーズなラインにしてやる。これで完成なんですね。そうすると全く迷うことなくできます。あとまあ全体的にね、ちょっと気になるところあれば。ただし、これ、器の内側の煮込みのね、形が、なんかおかしな挙動をしてると、どっか一箇所薄くなっちゃったりするんで、ちゃんと内側もスムーズにできてるとか、まあ内側の形を把握してれば大丈夫です。そして、まあ普通、広大ね、こうなってるんですけど、まあ、僕、今回作ってるこの飯ワンでは、ここら辺をもうなだらかにしちゃうんで、こういう感じにしちゃうんですね。広大の脇をくっきりさせないで、このまま流れを作っていってます。それはね、その器のデザインなんで、まあいろいろ、その都度、それに合わせてやっていけばいいと思います。あと、広大の、もうまさにこの畳付きっていうんですかね。ここの処理なんですけど、どうしようかな、これ。これもう、例えば今回のこの飯ワンについては、僕、割と平らな畳付きなんですけど、これもいろいろあると思うんですよ。例えば、こういう、ちょっとすり鉢状になってる。ね。あと、山切りになってるもの。いろいろとあると思うよね。やばい。高台低くなっちゃうな。で、この畳付きと要は接地面なんですけど、接地面の理想は、この今、これ山切りですね。山か最初にやったこの、テーパーになってる感じ。点で、なるべく小さな接地面で設置してる方がいいです。なぜかというと、例えば器を置いたときにガタつきがあるとします。ガタつきがあったときに、接地面が少なければ、砥石掛けして、ちょっと整えてやったときに、接地面が少なければ簡単にできます。それが、接地面広かったら、それをもう、研ぐのとても大変なんですね。なので、なるべく接地面少ない方がいいです。あと、釉薬かけるにあたっても、接地面少なくて、例えば、これなんかだったら、拭き取り。ここだけですよね。そしたらもう、拭き取りも簡単に済みます。面が広ければ広いだけ、拭き取るところも増えてしまいます。接地面は、少なきゃ少ないに越したことないと思います。なるべく接地面が少なければ物は安定します。一番安定するのは3点ですね。3点のものっていうのは絶対にガタつかないです。でも4点、5点、さらに円ってなっていくに従って、もっと言えば面ですよね。板皿なんか。どっかがちょっとでも出てると、ガタつきの原因になります。で、今回はこれ、平らな畳付きなんで、戻るかな？なんとか戻ったか。で、削り目また気になるようだったら、何かヘラで。これはギターのキックを使ってます。何でもいいです。全然指でもいいです。
よし、これで完成と。こういう感じです。なんかちょっといろんな話してごちゃごちゃになっちゃったんですけど、何回か見返してください。じゃあ、こんな感じで、削りの基礎についてちょっと話してみました。はい、ありがとうございます。